統合生命科学専攻、微生物細胞気候学分野の福澤です。これから分野の紹介をしたいと思います。近年、微細藻類を用いたバイオ燃料の生産が話題に上がっていますが、私たちは物質生産の基本となる光合成と炭素代謝に注目しています。光合成を維持して生存するためには、生物はどんな仕組みを構築してきたのかということを遺伝子やゲノムレベルで研究しています。この写真は研究に用いている緑藻クラミドモナスの培養の様子と顕微鏡写真を示しています。2本の弁毛で遊泳し、光合成を行って増殖する細胞です。細胞の側面にはオレンジ色に光る眼点を持っています。多種多様な緑藻の中からクラミドモナスを選んだのには理由があります。数億年前にシアノバクテリアの祖先種が弁毛中に捕食され、これが消化されずに体内に残り、一次共生が成立したと考えられています。葉緑体を獲得した真核光合成生物の代表として、私たちはこの緑藻クラミドモナスをモデル生物として利用しています。また現在は二次共生の結果誕生したケイ藻を実用藻類の代表として研究に使っています。次に緑藻クラミドモナスの特徴について説明しましょう。まず培養が非常に容易で早く増えること。光のエネルギーを使ってでんぷんや油脂を蓄積する単純な形態を持つ光合成生物であること。植物と動物の性質を併せ持つ真核生物であること。実際に葉緑体に加えて2本の弁毛を使って遊泳したり雌雄の接合を行っています。雌雄の株があるので交配することによって遺伝解析ができる。つまり交配によって育種が可能であるということです。ゲノムデータは2007年に解読され、我々のラボでゲノムクローンや EST クローンを保管していて、研究に大変便利になっています。また DNA 断片の導入によって突然変異株を簡単に手に入れることができます。その変異を手がかりに新しい遺伝子を発見することができるわけです。ゲノム情報や遺伝子発現情報のデータベースを私たち自身が構築しており、また遺伝子操作に必要なケース転換方法を開発し、野生株のケース転換効率が大変高くなりました。特に最近注目を集めているのは、昨年開発に成功した細胞壁を除去しないで DNA を細胞に導入するケース転換法です。次に現在取り組んでいる研究課題について簡単に説明しましょう。研究課題は大きく2つに分けることができます。一つは CO2 濃縮と CO2 センシング機構に関する研究です。もう一つは代謝制御の理解と代謝工学、代謝エンジニアリングです。CO2 関連の課題では次のような疑問に答えようとしています。微細藻類が水中で CO2 を効率よく利用できるのはどうしてでしょうか。そして細胞外の環境中にある CO2 濃度によって CO2 を濃縮する能力が変化するということはどうしてでしょうか。環境ストレスに応答して発現する遺伝子はどれだけあるんでしょうか。これらの疑問に対する答えの一部を次に紹介しましょう。左のグラフは細胞に与えた無機炭素の濃度に対する酸素発生の速度を示しています。青い線は 5%CO2 で通気培養した細胞の光合成特性を示します。赤い線は低濃度の CO2 しか含まない空気で培養した場合の細胞の光合成特性です。高 CO2 条件に比べて低 CO2 条件では無機炭素濃度が100マイクロモール以下でも高い酸素発生速度を示すことが分かります。このように細胞の無機炭素に対する親和性は
培養中の CO2 濃度に応じて変化することがわかります。この結果から細胞は細胞外の CO2 濃度を知ることができ、 CO2 が少ない場合には光合成特性を自ら変えているということがわかります。右のグラフは細胞内への無機炭素取り込み活性を調べた図です。赤線で示した低 CO2 条件の場合には無機炭素の取り込み速度が高いことがわかります。このように細胞は低 CO2 条件、つまり CO2 欠乏環境に置かれると積極的に無機炭素を細胞に取り込み光合成を維持する能力があるということがわかります。CO2 を無機炭素として細胞内に濃縮する機構を CO2 濃縮機構と呼んでいます。次に細胞内における CO2 濃縮のモデル図を示します。無機炭素の輸送には多くのタンパク質が関わっているとされていますが、現在までに無機炭素輸送体の実態はまだよく分かっていません。細胞膜と葉緑体包膜には重炭酸イオン輸送体が存在するとされていますが、その生化学的な特性や遺伝子の実態についてはまだ明確な報告がありません。この図ではルビスコによって炭素がホスフォグリセリン酸に変換されるところまでしか示していませんが、固定された炭素は細胞の構成成分であるタンパク質や糖に変換されて細胞の構成成分となります。またエネルギー貯蔵物質としてでんぷんや油脂に蓄積されることになります。固定された炭素がどのようなエネルギー物質に変換されるかということが次の問題となります。これまでに CO2 要求性変異株の解析から調節因子である CCM1 や LCR1 が見つかっています。CCM1 が欠損すると CO2 応答性遺伝子の多くが発現できなくなってしまいます。CO2 応答性遺伝子の中には炭酸脱水酵素や輸送体遺伝子が含まれており、細胞の CO2 応答に必須な因子であります。野生株では光合成の反応基質が不足すると、その情報が CCM1 から転写因子 LCR1 に伝えられ、炭酸脱水酵素や膜輸送体の発現が誘導され、 CO2 濃縮機構が誘導されます。細胞内に CO2 が濃縮されることで細胞が光合成を維持できるということになります。このような転写誘導が起こることで光合成特性が変化するということは細胞の生存戦略を反映していると言えるでしょう。このような細胞外環境のセンシングとシグナル伝達、そして光合成特性の変化を制御している因子を我々は調べていこうとしています。この図では細胞の葉緑体の中にあるルビスコの周りにいかに CO2 が供給されるかということを図に示しています。LCIB は低 CO2 条件でピレノイドと呼ばれるルビスコの集合体の周囲を取り囲むように極材しています。しかし CO2 濃度が高くなったり光が供給されない場合には葉緑体に広がってしまいます。また CO2 が欠乏したり光が照射されると左の図のようにピレノイドの周りに集合することになります。このようなタンパク質の移動を含む現象が起こるということで細胞は CO2 を感知して低 CO2 環境に順化しているということが分かってきています。CO2 濃縮機構に必須であると示されている LCIB はピレノイド周囲にリング状に極材しています。低 CO2 で光があれば LCIB はピレノイドに集合しますが、高 CO2 濃度では光があっても集合しません。また CO2 が欠乏しても光がないと LCIB は集合しません。このような葉緑体の内部でタンパク質の移動が CO2 環境の変化に応じて起こるということは
今回初めて発見された現象です。CO2 の濃縮機構の中でも輸送体と合わせて、移動のメカニズムの解明が期待されています。次にもう一つの課題について説明します。油脂や炭化水素の生産にはどのような因子が関わっているのでしょうか。微細藻類で有用油脂や炭化水素の生産は可能でしょうか。こういったことに関して研究を進めています。でんぷん合成酵素の欠損株は、通常は窒素欠乏状態で蓄積できるでんぷんを合成することができないので、窒素欠乏状態に至るとでんぷんの代わりに油脂が大量に蓄積するということが分かっています。このようなでんぷん合成酵素の変異株はバイオ燃料の蓄積生産に非常に有用な遺伝形質であると考えられています。このようにでんぷん合成酵素遺伝子以外にも油脂の生産効率に関わる遺伝子が数多く存在すると考えられており、変異株の単理が進められています。次のスライドで油脂生産に関わる変異株を単理する方法について紹介しましょう。このスライドでは変異体の集団からセルソーターを使って中性脂質を蓄積できない変異株を選び出している様子を示しています。2回の操作でトリアシルグリセロール中性脂質の一種ですが、タグ蓄積が異常となった株が濃縮されています。このような変異株を単に解析することで油脂蓄積に関わる新しい因子が同定されつつあります。これまで研究の中身を話してきましたけれども、私たちは微細藻類を使って新しい遺伝子や新しい原理を発見しようということで研究をしています。こういったことに興味のある人はぜひ連絡をしてください。お待ちしています。